こんにちは、ルネです。今日はこのメイド服のワンピースとエプロンを作ります。襟付け、袖付けの難易度が高いので初心者向けではありませんが、詳しく作り方を説明しますので、もしご興味がある方は作ってみてくださいね。ワンピースはかなりこだわって型紙から作成しました。いつもご覧いただいているお礼に、今回も型紙を無料ダウンロードできるようにいたしましたので、ぜひご活用ください。まず動画の下にあるもっと見るや下向きの矢印を押すと概要欄が出てきます。そこに書いてある URL をクリックしていただくとダウンロード画面になります。ご家庭のプリンターやコンビニなどでプリントしてお使いください。ルネの世界では他にもペーパークラフトや型紙など無料ダウンロードできる動画をたくさん出しています。ミニチュア作りってワクワクしますよね。皆様のお人形遊びのお役に立てたら嬉しいです。チャンネル登録、高評価、コメントどうぞよろしくお願いいたします。プリントした型紙を切りましょう。型紙に合わせて布に印をつけます。視聴者さんに教えていただいたのですが、フリクションペンが便利です。濃いめの色にも描けるし、アイロンの熱で消えます。オルファのロータリーカッターで布を切っていきます。ワンピースを作るときは薄くて張りのある布がおすすめです。型紙と合わせて布がカットできたら、肩のギャザーを入れるところに印をつけます。前身頃と後ろ身頃のダーツの部分にも印をつけておきます。前身頃は左右がありますのでお気をつけください。襟とカフスは白い布を使います。カフスは四つ折りにしてアイロンをかけておきます。襟の型紙には縫い代がありません。大きめに切った布を二つ折りにしてアイロンをかけたら、型紙に合わせて印をつけます。印をつけたところをミシンで縫ってから周りをカットします。ミシンの縫い目は細かく設定しておきましょう。周りにほつれ止めを塗り、切れ込みを入れます。ひっくり返してアイロンで形を整えます。フリクションペンはアイロンの熱で消えます。前身頃と後ろ身頃のダーツを縫いましょう。前身頃は左右がありますのでご注意くださいね。ダーツが縫えたら、前身頃と後ろ身頃を中表に合わせ、肩の部分を縫います。この時も向きに気をつけてください。ギャザーを寄せるときは縫い目を大きく設定します。袖の肩の部分です。印をつけたところを2回縫います。ギャザーを寄せるときは返し縫いをしないでください。袖口も同じように2回縫います。2回縫えたら、上の糸のみを引っ張るとひだが寄ります。ギャザーが戻らないように端を結んでおきましょう。カフスの長さに合わせてギャザーを寄せます。同じようにスカートのウエスト部分にもギャザーを寄せましょう。ギャザーを寄せた袖口にカフスをつけます。四つ折りにしてアイロンをかけたところを開いて裁縫用の糊でくっつけます。この
ティックタイプの裁縫用ボンドがとっても便利です。袖の裏側につけます。向きに気をつけてください。アイロンを当てると糊がしっかりくっつきます。表側からミシンをかけます。ギャザーを寄せるとき以外はミシンの縫い目を細かく設定しておきましょう。難関の袖付けと襟付けです。私はとっても苦手です。中表になるように向きに気をつけて袖と身ごろを合わせます。いきなりミシンをかけると失敗しやすいので、面倒でもしつけをかけましょう。しつけもなるべく細かく縫う方がきれいに仕上がります。急がば回れですね。襟も同じようにしつけします。真ん中を合わせたら前身ごろの見返しを折り返して縫い付けます。しつけができたらミシンをかけましょう。襟がつきました。袖にもミシンをかけていきます。袖下から脇にミシンをかけます。カフスの部分は白い糸で手縫いしました。脇と見返しの部分はアイロンをかけておきます。手芸用の鉗子を使ってひっくり返します。前立ての部分を作りました。これはなくても大丈夫です。上半身にギャザーを寄せたスカートを縫い付けます。ウエストの部分を表から縫って押さえます。スカートの前部分を空き止まりまで縫います。裾を縫おうと思ったのですが、スカートが短すぎました。型紙を少し長めに直しておきます。エプロンを作ります。サイズはこちらです。このゴム付きレースを肩紐にしました。エプロンの下にもレースを縫い付けます。スカートに合わせて長さを決めます。ギャザーを寄せましょう。胸当てと肩紐のレースを縫い付けます。ウエスト部分のリボンを2枚アイロンで作っておきます。エプロンと胸当てをリボンで挟み込むように糊で固定して上からミシンをかけます。肩紐もドールに合わせたサイズに縫い込みましょう。ワンピースにはメカニカルファスナーをつけました。エプロンには
スナップボタンと後ろのリボンをつけています。残ったレースでヘッドドレスも作りました。サイズ感はこんな感じです。スカートはミニスカートになっていますので、長めに切ってお好きな丈に直してください。最後まで見てくださりありがとうございました。またお会いしましょう。